もうなかなか考えがまとまらなくてですね、2つのシートの固定なんですよね。謎パーツの製作も佳境に入ってまいりまして、こんにちは。今回はですね、今回はというか今回もなんですけど、この美脚の誘惑に駆られてタイヤを太くしたら、いろいろとカスタムする羽目になったというのの第3弾ですね。今回で最終回になるように、いろいろ頑張っていきますんで、どうぞ最後までご視聴いただければと思います。現在の状態こんな感じですね。これ前回作ったグラブバーをとりあえず結束バンドで、こんな感じの位置にということで仮固定してます。こんな感じですね。で、元々のシートレール、ここの穴があるんで、ここの穴を使ってこれと、ボルトで取り付けができるように、今からちょっとそういう加工をやってみようと思います。でこれをですね、ボルトで固定するようにしたいんですけど、具体的にどうやってっていうのがもうなかなか考えがまとまらなくてですね、なんでもうちょっといろいろ煮詰まってきてしまったんで、もうここから先はもうやりながら考えます。もうとりあえずこれをつけてみて、でつけてからどうするか、つけてからどうするかをいろいろ考えながらやっていくことにします。でまずこれをボルトで留めるためのステーが必要なんで、それを作るんですけども、3ミリ厚のアングルを用意しまして、でこれを切ってですね、穴を開けて曲げて、じゃんとこんな感じのものを作りました。 L 字に曲げて穴が開いてるだけのすごくシンプルなものですけど、結構な試行錯誤を重ねたサイズ感、穴位置とかですかね、なってるんで、これをグラブバーに溶接をして、でこの穴を使って取り付けるということでやっていこうと思います。でさっきの L 字ステーをシートフレームに取り付けて、今こんな感じですね。でグラバーがこうきまして、でこれだと4箇所溶接すれば、このボルトを使って、取り付けができるようになるということで、早速ここをくっつけていこうと思います。で溶接の準備できましたので、今からくっつけていくんですけど、ただこれが3ミリのアングルと 1.2 ミリ厚のパイプをくっつけるんで、私の技術を超えたことをやろうとしてる感じなんですよね。ちょっとうまくできる自信がもう全然ないんですけど、やれないことをやれるようにするのは楽しいことだと考えて、ちょっと頑張って挑戦してみようと思います。まだ点付けですけど、意外といけたかもしれない。こんな感じで、まだ点付けですけど、一応つきましたね。溶接だと相変わらずですけどね、上手な方からしたらとんでもないことなんでしょうけど、意外とできたなと自分を褒めてあげたいです。
じゃんと溶接終わりまして、こんな感じになりました。まあ見てくれはいつも通りのヘボヘボな感じですけど、まあ、スパタだけちょっと削ってこんな感じですね。一応しっかり溶け込んでると思いますし、修復不能なでっかい穴が開いたりとかそういうことなかったんで、まあ、良かったです。自分の目標は達成できたと思います。ただまあこれをですね、取り付けるんですけど、シートの固定だとかその辺りでかなりの困難が予想されるので、ちょっと気が重いですけど、なんとか頑張ってやってみようと思います。これとりあえず仮固定してみましたけども、いい感じでついてます。でここまではOK なんですけど、ここからが今回のカスタムの最大の難関といいますか、この2つのシートの固定なんですよね。でこっちのシートは前爪で引っ掛けて、で後ろこれパチンと鍵で固定ができるようになるんですけども、ここにそのロックするものを取り付けるベースがここにいるんですよね。でタンデムシートの方はこのボルト、前はボルト2つで留めるんですけども、この位置関係がもともと多分こんな感じでついてたと思うんですけど、これがタンデムシート下がった都合で、ちょっとこの取り付けるベース側の位置関係が変わっちゃったんで、もともとフェンダーに内蔵されてたフレームをコピーして使うことがちょっとできないんですよね。でちょっと困りまして、じゃあこれでちょっとだいぶいろいろ考えたんですけど、こんな感じの型紙を段ボールで作ってみました。でこれを 3mm 圧の鉄板でこんな形のものを作って、でいろいろ曲げたりなんかして、なんとかシート2つ取り付けられるように頑張ってみようと思います。じゃんということで、うまくいくかどうかわかんないですけど、この形のものを作るのに材料を用意しました。これはカインズの 3mm 圧の鉄板ですね。 30×30 のものと、あとこれは先ほどの L のステーを作った残りですね。 3mm のアングル、これを使って、このうまくいくかどうか本当わかんないですけどね、とりあえず一回作ってみようと思います。じゃんと。で切った鉄板には穴開けまして、でマスキングテープで印つけましたんで、この印に沿って折り曲げていきます。とりあえずこんな感じで90度ぐらいまでは曲がったんですけど、これもっと鋭角に曲げないといけないんで、ここからあと引っ叩いて曲げていきます。この 3mm 圧の鉄板をちょっと侮ってましたね。かなりゴキンゴキン引っ叩いたんですけど、全然曲がっていかないですね。やっと今このぐらいまで来たんですけど、もう疲れますし、これでは精度も出ないので、方針を変えまして、この辺でズバンと一回切って、でちょっと角度を変えてつけてっていうことで、そういう格好にしようと思います。じゃんと。でこれ2つにちょん切りまして、でこっちは穴が開いてた方ですけども、運転席のシートをロックする部品を仮に取り付けてみました。こんな感じになりますね。でこっちは、タンデムシートを取り付ける方になるんですけど、こんな感じでちょっと折り目を入れまして、ちょっと角度を調整してみました。でこれをで最終的にはこの2つをこんな感じでくっつけて、シートを取り付けるベースにするんですけども、ここまで来ても全然これでうまくいくのかと、
不安な気持ちでいっぱいなんですけど、とりあえずやれるとこまでやってみようと思います。車体に取り付けて角度とかちゃんと合わせないといけないんで、まだちょっと点付けだけですけど、一応こんな形になりました。溶接してるところが取れてなかったっぽいんですけど、ちょっとここの角度を車体にあてがって調整をしまして、でがっちり本溶接して今こんな感じです。でこの裏側からも本当は溶接したいんですけど、こっちがちょっと先っぽが入らないんで、こっちの表側というか、こっち側がっちり、下手なりに頑張って溶接してみたという感じの溶接箱になってますけども、がっちりついてると思いますんで、問題なしということで、じゃんと、こんな感じで先ほどの謎のパーツをタンデムシートに取り付けてみました。取り付けたというか仮固定ですけど、こんな感じですね。で運転席はここにロックされるという感じですね。ということで、この謎パーツの製作も佳境に入ってまいりまして、これですね、ちょっと車体にあてがってみたところ、ここちょっと少し大きかったんで、2ミリぐらいカットをしまして、で最後これを取り付けてっていうことでやっていこうと思います。とりあえず点付けで、あと車体にあてがってまたちょっとここの角度を調整して本溶接しようと思います。じゃあ車体に取り付けた状態で溶接していこうと思います。こんな感じになりました。あとこの裏側も溶接しますけど、今のところちょっといい感じなんじゃないかなと思います。じゃあ裏面くっつけていきます。じゃんとこんな感じで裏表とも溶接終わりました。これですね、ここまでかなり探り探りの本当にもう不安に不安を重ねながらここまでやってきたんですけど、これですね、自分で言うのもなんですけどかなりいい出来な感じがします。世の中にはこれより上手なものを作る人は何億人とおられるんですけど、自分としてはなかなかいいものができたと思います。あとまだこれにこの辺りにですね、フェンダーとかウインカーとか、この辺につけられるようにまだ加工が必要なんですけど、
ここまでいい感じです。現状のフィッティング確認ってことで一旦ちょっと仮止めをして、シートなんかを取り付けてみました。タンデムシート後ろだけちょっとまだ固定するところを作ってないんでふわふわしてますけども、運転席もタンデムシートもがっちり取り付いてます。で運転席の方は鍵で取り外しができるようになってますんで、これはノーマルの状態と一緒でガチャンとスムーズに取り外しができてがっちりついています。タンデムシートの方もこれちょっと強度が最初心配かなとも思ったんですけど、全然私が乗ってゴンゴンやっても何ともびくともしないので、これも大丈夫ということで、ここまではちょっと自画自賛になっちゃうんですけど完璧です。でもここで動画もう3部作で終わりにしたいぐらいなんですけど、すみません。今回で終わらせるということで意気込んで頑張ってみましたけども、誠に遺憾ながら今回はここまでということで、動画を編集してて、すごく長くなってしまったっていうのが一つと、あとこの難所を乗り越えるのに、ちょっとすごく時間がかかってしまったんで、単純に作業が間に合ってないということもありまして、こんな中途半端なことになりましたけれども、ただもう峠は越えましたし、あともうゴールを見えてる作業を頑張って最後までやるだけなんで、次回には、完成した姿をお披露目できると思いますから、また懲りずにご覧いただけると嬉しいです。このバイクの動画、今日の夕方に2本目をアップする予定なんですけど、ある程度予想していたことではありますが、全然再生数は伸びませんし、コメントも高評価も全然つかないということで、寂しい限りなんですけど、ただもともと別に動画にしなくても自分でやる作業ではあるんで、ただそれを撮って流してるというだけのことなんですけど、楽しんでくださってる方がいないと寂しいなという気持ちはあるので、何かお声掛けいただけると嬉しいなとは思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。